三畳紀、恐竜が初めて地球に現れた時代です。でも、この時代の主役は、実は恐竜ではありませんでした。本当の王者は、今のワニに近い仲間たち。恐竜はその足元で、小さいまま、長い下積みに耐えていました。前回までの、あの意外な物語を、覚えているでしょうか。このワニ系が上で恐竜が下という力関係、実に数千万年もの間変わることなく続きました。誰もがこの関係はずっとこのままだと思ったことでしょう。ところが三畳紀の終わり、地球にもう一度大きな破局が訪れます。そしてそれがすべてをひっくり返すことになるんです。今からおよそ2億130万年前、三畳紀の幕が静かに降りようとしていました。この時地球では歴史上でも5本の指に入る大きな絶滅が起きます。数えきれないほどの生き物が姿を消していきました。豊かだった世界はまた大きく傾いていったんです。でも、この絶滅には不思議な2つの顔がありました。ある生き物にとっては逃れようのない悲劇。けれど、別のある生き物にとっては二度とないほどの大きな幸運。同じ一つの事件が正反対の意味を持つ。三畳紀の終わりは、そんな運命の分かれ道でもあったんです。悲劇と幸運が表と裏になった運命の日。三畳紀シリーズもいよいよ最終章です。あれほど地味で脇役だった恐竜たちがどうやってついに表舞台へと立っていくのか。その大逆転の物語をこれから一緒に最後まで見届けていきましょう。破局のきっかけは大地そのものにありました。一つにまとまっていた超大陸パンゲア。実はこの頃、内側からゆっくりと引き裂かれ始めていたんです。長い間一枚の板だった大陸に、じわじわと大きな亀裂が走り始めていました。大地が裂けると言っても、一日でパックリ割れるわけではありません。何十万年、何百万年という気の遠くなる時間をかけて、大陸は少しずつ東と西へ引き離されていきました。地球の深い内側から想像を絶する力が休みなく働いていたんです。実はこの裂け目こそ、後に大西洋となるあの海が生まれた場所です。今、アメリカ大陸とヨーロッパやアフリカの間に広がるあの広くて深い海。その最初の一歩が、まさにこの三畳紀の終わりに記されていたんです。私たちの世界地図は、この時に動き始めました。そして、大地が裂けるということは、その割れ目から地球の内側に溜まったものが吹き出すということでもあります。溶けた熱い岩、つまりマグマです。地面の裂け目から真っ赤に輝くマグマがゆっくりと、しかし止めどなく地上へ滲み出してきました。割れ目に沿って桁外れの火山活動が始まりました。専門的にはキャンプ、中央大西洋マグマ地域と呼ばれます。吹き出した溶岩は今のアメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、南米にまでまたがりました。その広さはまさに想像を絶するものだったんです。どれくらいの量だったのか。ある見積もりでは、大陸を覆った溶岩は日本列島を何十回も塗りつぶせるほど。しかもそれが一度きりではありません。何度も何度も
噴火は繰り返されました。まるで地球が内側から発熱していたようなものだったんです。気づいた方もいるかもしれません。そう、これは第1話でお話ししたペルム期末の悪夢ととてもよく似た展開なんです。大規模な火山活動が大量のガスを大気にばらまいていく。地球の歴史はあの最悪の破局を再び繰り返そうとしていました。吹き出したガスの中でもとりわけ厄介だったのが大量の二酸化炭素です。これが地球全体を急激に温めていきました。さらに二酸化炭素は海の水にも溶け込みます。すると海は少しずつ酸性へと傾いていく。生き物にとって住みにくい海へと変わっていったんです。海が酸性に傾くと一番困るのは殻を持つ生き物たちです。彼らの殻は酸に弱く、うまく作れなくなってしまう。こうして海の中でも静かに命が失われていきました。陸でも海でも環境の激変が最後の選別を突きつけ始めていたんです。この絶滅で実に多くの生き物が姿を消しました。海の生き物たちも大きな打撃を受けます。そして陸の上ではある一つのグループが最も大きな被害を受けることになりました。それは意外にもこの時代の勝ち組だったはずの者たちだったんです。そう、三畳紀の王者、ワニ系の種竜類たちです。あれほど栄え、陸のあらゆる役割をがっちりと占めていた彼ら。ところが、この絶滅でその多くが次々と姿を消していきました。最も強く、最も栄えていた者たちが最も大きくつまずいたんです。例えば、背中から尾まで骨の装甲でびっしりと覆った草食のアエトサウルス。ゆっくりと草をはむおとなしい鎧の持ち主でした。あれほど頑丈に見えた分厚い守りも、環境そのものが変わってしまった世界の前では彼らを救うことはできませんでした。川辺のハンター、フィトサウルスもそうでした。細長い口に鋭い歯を並べ、水辺で獲物を待ち伏せる。ワニそっくりの優れた狩人でした。けれど、水辺の環境そのものが崩れていくと、その巧みな狩りの部隊も静かに失われていったんです。そして、生態系の頂点に立っていた大型のワニ系の捕食者たち。がっしりした顎で、この時代の食物連鎖のてっぺんに君臨していました。けれど、頂点にいる者ほど足元の世界が崩れると、真っ先に支えを失います。彼らもまた、王座から姿を消していきました。ずっと恐竜たちを見下ろしていた、あの大きな背中。その持ち主たちが、ごっそりといなくなってしまった。三畳紀の世界を支えていた太い柱が一斉に崩れ落ちたんです。あれほど強く、あれほど確かに見えた王者たちがまるで嘘のようにです。強い者が必ず生き残るわけではない。この絶滅はそのことをはっきりと教えてくれます。栄華を極めた王者ほど大きく変わってしまった世界にうまく合わせられなかったのかもしれません。では、一方のあの脇役だった恐竜たちはどうなったのでしょうか。驚くべきことに、恐竜たちの多くはこの絶滅を生き延びました。あれほど地味でずっと脇役だったあの小さな彼らがです。強かったはずのライバルが
軒並み倒れていく中、恐竜だけはしぶとくしなやかに命をつないでいったんです。なぜ恐竜は生き残れたのか、実はこれもまだはっきりとは分かっていません。ヒントの一つはその歩き方です。恐竜の足は体の真下にまっすぐ伸びていました。効率よく歩き、少ないエネルギーで遠くまで動ける。それが有利に働いたのかもしれません。他にもいくつかの見方があります。恐竜は成長が早く、厳しい時代でも素早く数を増やせたのかもしれない。あるいは鳥のような効率の良い呼吸の仕組みが薄くなった空気の中で役に立ったのかもしれない。手がかりは少しずつ集まってきています。とはいえ、これという決め手はまだ見つかっていません。体の作りが良かったのか、成長の速さか、それともただ運が良かっただけなのか、恐竜がなぜ生き残れたのか、その謎は今も研究者たちが答えを探し続けている大きなテーマなんです。理由はどうあれ、結果はとても劇的でした。三畳紀の王座を占めていたワニ系が消えた。つまり地球にぽっかりと大きな隙間が生まれたんです。草をはむ役も、頂点に立つ捕食者の役も、あらゆる役割の席が一斉に空席になりました。そしてその空いた王座にそっと足をかけた者がいました。長い下積みにじっと耐え続けてきたあの恐竜たちです。新しい世界へ踏み出したのは恐竜だけではありません。実は三畳紀のうちに空へと挑んだ者もいました。翼竜です。恐竜と同じ種竜類の仲間で、皮膜でできた翼を広げ、史上初めて本格的に空を飛んだ生き物でした。空という舞台はまだガラ空きだったんです。恐竜が陸を、翼竜が空を、近い血筋を持つ鳥・恐竜系の仲間たちがそれぞれの舞台を少しずつ広げていきました。誰もいなくなった世界は見方を変えれば可能性に満ちたまっさらな世界。彼らにとって三畳紀の終わりはまさに新時代の幕開けだったんです。そして忘れてはいけない仲間がいます。他でもない私たち哺乳類の遠い祖先です。この頃、ネズミのように小さな毛の生えた夜行性の生き物がそっと登場していました。彼らは大きくなる道は選びません。小さく、目立たず、ひっそりと生き延びていったんです。日陰で生きるその小さな祖先たち。彼らの本当の出番が来るのはずっと先のことです。恐竜たちが地球を去る遥か未来のあの日まで。でもそれはまたいつか別の時にじっくりお話しする物語です。今はまだ静かに時を待っていました。こうして三畳紀が終わり、次の時代、ジュラ紀が始まります。ライバルの消えた広々とした世界で、恐竜たちはついにあの才能を解き放ちました。生まれた時から体の中にずっと秘めていた力、それは大きくなれるという驚くべき才能だったんです。体は世代を重ねるごとにどんどん大きくなっていきました。やがて首の長い巨大な草食恐竜や力強い肉食恐竜が堂々と
大地を歩き回るようになります。私たちがよく知るあの恐竜の黄金時代がいよいよ幕を開けようとしていたんです。三畳紀の間ずっと脇役だったあの小さな恐竜たち、彼らの子孫がこれから1億年以上もの間地球の主役として君臨することになります。あの長い長い下積みは決して無駄ではなかった。じっと耐えた時間がようやく実を結んだ瞬間でした。破局が王座を開けた。そしてじっと耐え続けた者がその席に着いた。三畳紀の終わりに起きたあの大きな絶滅は恐竜たちにとっては最悪の悲劇であると同時に最高の始まりでもあったんです。運命とは本当に皮肉なものですね。ここで三畳紀の長い物語をぎゅっと振り返ってみましょう。始まりは史上最悪の大絶滅でした。ガラ空きになった世界に小さな恐竜がそっと登場します。でも主役はワニ系で恐竜はずっと下積み。そして最後にもう一度の大絶滅が全てをひっくり返した。大絶滅、長い下積み、そしてもう一度の大絶滅による大逆転。三畳紀は華やかで目立つ時代ではなかったかもしれません。でもこの地味な時代がなければ恐竜が地球の主役になる日は決して来なかった。三畳紀はいわば主役になるための下積みの物語だったんです。派手さはなくてもじっと耐えて生き延びて巡ってきた機会をしっかりつかむ恐竜たちのこの長い物語はなんだか私たちの毎日にも少しだけ重なるところがあるのかもしれませんね。どんな下積みにも意味はある。そう思わせてくれる物語です。三畳紀三部作、これでおしまいです。長い長い旅に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。次はいよいよ恐竜たちが思い切り羽ばたくあの華やかなジュラ紀の世界。またこうしてご一緒できたらとても嬉しいです。それではまた次の物語で